よいしょ。電源が切れてる状態です。ね、数字入ってません。一番、ここの左側を下げました。これを下げると、イグニッションのやつが連動するような形になると思います。今からエンジンかけます。エンジンかけて1分後に、この充電器のスイッチが入れば正常です。はい、エンジンをかけました。これで1分待ちます。さあ、どうでしょう。お、動いた。動きました。ひとまずこれで OK ですね。なんだ、イグニッションが反応してる状況までは持ってこれました。長かった、ここまで。で、今からもう一度エンジンをかけて、最低電圧の調整に入りたいと思います。いきますよ。どんだけやってもやってもうたかもしれません。やらかしたのはこのイグニッション接続のコネクタ。赤と黒のケーブルが逆についているのにそのまま突っ込んで走行充電器内のヒューズを飛ばしました。私には直せないのでムービングベースに送って直してもらいます。というわけで、はい、オーニング装着完了いたしました。はい、お支払いも PayPay でいたしました。はい、また一段と、はい、進化した、はい、充実したエクステージ3号でございます。やみこさん、はい、今から沼津行きます。沼津ですね。沼津にムービングベースさんね、はい、私が走行充電器を壊しまして、そして私が大和で送りました。はい、これ右です。で、右ですか。右です。で、今日ですね、ムービングベースさんからさっき、はい、もう治りましたと。で、本日付で送りますって連絡があったので、近いじゃないですか。わずか2時間ちょいの距離ですよ。そうです。っていうかね、取り付ける時にまたあなたが壊したらなと思うとそっちの方が不安。はい。なので2時間で行けるなら行ってやってもらった方が確実なんじゃないかと。全く信用してないよね。オーニングもついて、なおかつ走行充電もバッチリだな。ねえ。まもなく沼津市の、ムービングベースさんでございます。ちょっと予定より遅れてしまっておってですね。大丈夫かしらね。ちょっと申し訳ないと思います。よいしょ。そしてここをさらに曲がるんです。これで編集したばっかりだ。あそこ。まさかこんな短時間にまた戻ってくると手数おかけしました。とんでもない。神経質にならなくてもいいんですけど、いやもう僕完全に妻の信頼を失ってます壊したっていうじゃあちょっとエンジンかけていただいて、はい、イグニッションまだついてない。大丈夫ですか。大丈夫です。一回ちょっと調整しちゃうので、はい、エンジン切った後に若干電圧高くなるんですよ、見かけの電圧よりも。そこで引っ張っちゃって、もしかしたら
まあ、吸い切っちゃって、実際そこまでのなんていうんですかね、見かけよりも電力吸いちゃってエンジンかける分の余力がなくなっちゃうっていう可能性があるんですよ。だから最低電圧の数字もどれぐらい持っていくかって結構悩みますね。でもそうなんですよね。今こっちで 12.5 ぐらいなんです、はいはい、で上で12ボルト切るぐらいなんですよ。結構強めに底地でかけてる状態ではあります。これオルタネーターを80から150アンペアに変えてるんですけど、ってことはでもオルタネーターから電気ももっといってるはずですよね。そうですね、もうちょっと出てもいいとは思うんですよね。今でだいたいどれぐらい？今で50ちょっと。50ちょっと600ワットぐらいですね。600から150ぐらい。はい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 。帰り楽しみですね。でも走ってれば結構出る可能性ありますね。思いますね。さっきアクセル踏み込んだらそれぐらいですかね。ねえ。前回帰るときに太陽光と合わせて1020弱まで行ったので、ですから計算上今日ちょっと太陽がねあれですけどいい数字が出る可能性がありますね。気になる充電量の確認をしましょう。アイドリング時はなんと600ワットを達成。そして走行時は夢の750ワットを実現。もし仮に晴天の昼間であったならば太陽光充電が加算されて1300ワットも夢ではなかった数値です。磯辺揚げのそばでございます。なんだダメだ。なんとバッテリーが上がってしまいました。メインバッテリーが上がって今エンジンかかりません。よかった。でもガソリンスタンドが来てくれると。一体どうしたんですかねこれ。後ろのエアコン効くからまだいいんですけど、来てもらいました。行きます。よかったよかった。参りましたな。ああ、ちょっとエンジン切らずに行きますよ。はい。これでもうバッテリー吸い上げられすぎてアウトってこと？今直したの？何を？バッテリー。今13っていう数字だったから全然問題ない数字だった。だからそのままとりあえずしたんだけど。で今もすごい今ねやっぱり充電してんのよ。止まりましたね。これか。いじりました。せっかく設定してもらったのに。13アンペア、14アンペアぐらいまで落ちた。これだったら大丈夫かな。
れかこれかこれ。さっきのバッテリーが上がったことで、ほらどっかのフューズがぶっ飛んだとかそういうこと？データ、鍵のデータが飛んだという可能性もあるけど、そんなことあんのかな。岡崎のサービスエリアのガソリンスタンドです。またもやバッテリーが上がりました。ガソリン入れたらもう全然うんともすんともっていう。参ったな。参りましたな。で、なんとここにスターターがない。ないで、今なんとか、バッテリーの在庫が他の店にありましたので、今取りに行ってもらってます。交換して帰りたいと思います。バッテリーを交換してもらったのに今度はセルが回りません。どういうことだ、一体何が起きたんでしょう。もうたまらんなこりゃ。よし、鍵回してくれる？ありがとう。どこもカチカチ言ってないな。言ってないよね。どこもカチカチ言わないと多分死んでるかもって。何か他に考えられる？これアクセサリーには電気来てるんですよ。なかなかのトラブルですね今日は。新品のオーニングは泣いてるぜ。ただいま JAF を呼んでおります。 JAF が今来るんだけど、もし動かすことができなかったら移動させる車がないんだって今まで。だからまた手配するというのがちょっとどうなのかっていう見てもらって。それさ、例えば JAF が来てさ、なんかで原因分かってセルが回ったら、家まで帰れる。そう、ただそれで帰っていいかどうかは別だけど、ホテルとか取ったりとかも考えなきゃいけないけど、車をどこに運ぶ、とりあえず臨時で運べる場所があると思うのさ、JAF の場所だから、だからそれだったら JAF のとこ行って、行きます。今何回も回してます。カチカチ。とりあえずエンジンかかりました。すごいね、JAF の人って執念でエンジンをかけてくれますね。ありがとう JAF。本当ありがとう。本当に感謝。私も明日どうやってタワちゃんのところで帰ろうと。とりあえず帰りましょう。エンジンを切らないように。エアコンまだ待ってくださいね。安定的に走ってから。そうですね。もういいよ、なんだって入れなくてもいい。はい。OK です。ロープ引っ張ってありますから、真ん中向かって右側に引っ掛けてあるところを外して入れてください。はい。白山自動車に直行します。夜12時40分、白山自動車にサンゴを届けました。よろしくお願いします。行こうか。入れた。白山自動車さんでございます。帰ります。今運転。ここまで来たね。さあ、三日月だよ。コンビニに寄って帰りましょう。お腹空いて泣きそう。レッツだ。